アニョン、パクンです。アンニョン、イニです。はい。で、こちらに今日、イエニさん招いております。イエニさんですね、韓国大学を卒業して、日本に来て、ワーキングホリデーして、日本2年目なんですけれども、で、韓国に実は帰ることを決めてるということです。で、なんで韓国に帰るの？日本生活合わなかったの？っていうことが気になって、本日、それを聞いていきたいと思います。で、まず一つ目の質問ですね。なぜ変えることになったのか。例えば日本生活が合わなくてとかいろんな理由あるかもしれないんですが、何があったんですか？日本の生活が合わないっていうよりも、国に住んでみたい気持ちがあったんです。じゃあ、韓国でも日本でもなく別の国ですか？そうですね。そうなったことは、日本で住んだっていうことも影響がありましたか？日本に来る前からもいろんな国で住んでみたいのは自分やってみたいことだったんです。じゃあ、もう最初からそれを考えていて、まずは日本に来てみたいなということですね。そうですね。最初、ワーキングホリデーっていう制度を使って日本に来たんですけど、そのビザは1年ぐらいしか積めないんです。でも思ったよりも長く続けてるのは今の状態です。最初も話したんですけど、別に日本が合わないとかではないんですよね。そうですね。このまま日本で満足しながら安定な生活すると他の国に行けないかもしれないって心配になって、今の家の契約が終わる時点からもう帰ろうと決めました。これありますね。僕の韓国の友達とかも、日本に住み続けてたら、日本が合ってて、なんとなく住み続けてたら、韓国に帰れなくなっちゃうっていう人もいて、例えばその会社で5年ぐらい働いてると、韓国で同じ職種の仕事がなかったりとかしてて、他の国はどういった国に行ってみたいとか？もう一番行ってみたいのはオーストラリア。自然がすごいと聞いたことあるんで、そこを経験してみたい。韓国よりはオーストラリアは何倍も広いんで、そこの自然はどんなに美しいのか。日本でももっと綺麗な自然見てから行ってほしいなって個人的に思ったんですけれども。そうですね。それで来年しっかり日本を楽しみたい。海が好きなんで沖縄行ってみたいです。スクーバーダイビングとペング学んだり、そういうのやってみたい。海とかその自然綺麗系が好きなんですか？そうです。日本生活を振り返ってみて、大変だったなとか、これ良かったなみたいな思い出はありますか？ありますね。1回ぐらい倒れたことはあって、そういう時に緊急連絡先がなくて、それ大変だ。普通に電車乗って家に帰る間だったんですけど、そこでだってめまいがあって、降りた瞬間真っ暗になって何も見えなかった感じで倒れました。病院までは行かなかったんですけど、勤務員が話しかけてくれて、そこから精神が戻ってきて、その時には補助していなかったので、会社の社長でも周りの誰でも補助してなかったので、そこが大変でした。日本に一人にいる感覚が強まったんですね。そうですね。その時にもこの国で私もう完全に一人だなと感じました。新年とか年末ぐらいに家族と会えないことも特に感じる時です。エンジさんが緊張されてて硬い感じなんですけども、さっき話してる時はパワフルな方なので、だからそういう明るい方が、日本で一人でずっと過ごしていると寂しさを感じるから、僕もそうでしたし、っていうのすごい共感しましたね。そういう寂しいなと思う時にはどのようにして解消していたんですか？やはり一緒に日本に住んでいる外国人の友達と遊ぶのも好きです。ワーキングホリデー終わってから半年ぐらい日本語学校に通ってたので、そこから知り合った友達とよく遊びに行ったりします。韓国に帰る前に日本でやっておきたいリストがあるというふうに聞いたんですけれども、どういった内容があるんですか？一番期待してるのは富士山登山と沖縄旅行、あとはタコパーティー、たこ焼きパーティー。たこ焼きパーティー。タコパーと、こたつでみかん食べること。そういうのは経験してみたいです。それこそ日本でしか経験できないことですよね。そうです。海外に行く前に日本でしたことを楽しみたい。登山好きなんですね。登山あまり好きじゃないです。好きじゃないけど、日本で美しい富士山っていうところに行ってみたいのは、やりたいリストになって。そうか。自然が好きであって、その自然のためには、好きではなくてもやるしかない。そうです。疲れやすいんですけど、もうやってみたいことのためには頑張ります。今何割ぐらいできていますか？3ヶ月前ぐらいに作ったんですけど、今2割 ?1 割ぐらいできてます。例えば、北海道行ってみること、旅館に泊まること、立ち飲み屋に行ってみる。立ち飲み屋、
それレベル高くないですか？それで、初めて行った時に、外で見て、はいと思って、他の店に行きました。いや、そういうところに行ってガンガン話せるタイプなんですね。そう、隣にいる方が、飲み系の YouTube をやっていて、お酒をおすすめされる。YouTuber？ その動画撮ってたんですか？その時。その時は撮ってなかったんですけど、美味しいものを飲んでいるみたいに。私がこっそり見たら、もう優しく教えてもらいました。何のお酒がおすすめされたんですか？甘いの好きって言ったら、蜂蜜が入ってるハイボールとか。いいチョイスですね。あとなんか日本の居酒屋ってお酒の種類いっぱいありません？そうですね。いっぱいいて、まだ全部飲んでみてないんですけど、これから少しずつ。そうですね。韓国の飲み屋とか行くと、サイダー、コーラ、あとビール、チャミスル。これぐらいのところがもうほとんどだったりするんですよね。だから日本の居酒屋行くとレモンサワーとか、ハイボールとかあったりしてて、嬉しい感じね。最後の質問ですが、なんかこれからの夢とか、さっき海外旅行行きたいですって言ったんですけれども、それは韓国に帰ってしばらく過ごして、また海外に行くのか、もしくはもう国で海外行くのかでいうと。一応、韓国に帰って、国で住めるようにビザをちゃんと準備して、準備ができる次第行ってみたいと。イエニーさんは自由な性格、縛られないノマド的な生き方なんですね。そうですね。仕事的にはノマドでもないんですけど、縛れたくないっていうか、いろんな経験を目指して、あちこち飛び回すのが目標しています。母親が飛び回したいなっていう性格を持っていて、父親はそれが反対だったので、お互いそういう言い争いをすることを見たので、私は母の意見と近づいて、今日本に来てます。韓国で生まれて、海外一国民として日本に来て、日本生活満足して、日本でいい思い出を持って、またその韓国に帰って、ここからまた他の国に回るような準備をしているってことですね。そうです。どうですか？日本に行くっていう決定、その決定をした自分に対して、なんか思ったりとかすることがありますか？日本でこういうことをやってたらよかったかもな、みたいな。一番上は、日本語をもっとちゃんと勉強してたらよかったなと思う時が多かったです。あと、一国が日本でよかったっていう考えもあります。韓国とあんまり変わらないのは、自分にとってはそれが安定感がある生活なんで、それがいいと思います。慣れないことがあったかもしれないけど、全体で見たら似てる点が多かったから、馴染みやすかった。そうです。ありがとうございます。これで、動画通してはなんか最後なんですけれども、言いたいことだったりとか、なんか自分のなんか夢とかその気持ちみたいなのありますか？現地してて、もううまくなかったんですけど、自分の動画も載せてるんで、もう見守ってくださったら嬉しいです。ありがとうございます。で、イェニーさんですね、僕がいきなりいろんな方に連絡してるんですけど、イェニーさんもインスタを見て、かなり特殊なストーリーを持たれている。日本から韓国に戻るっていうことを動画として記録されていて、自分から勝手にお願いして、今日このインタビューが成り立っています。こういうインタビュー企画初めてだったりとか、あまり日本語が慣れてない状態、今日お時間いただいて、そしてなんか自分のストーリーを共有していただいて、面白いなと思いながらいました。で、エニさんですね、SNS、インスタグラムやられていて、その中に日本での記録っていうところを残しているので、ぜひコメント欄と概要欄にある、リンクから連絡されて、フォローをぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ以上です。アンニョン。